1週間だか2週間だか10日だか前に、このジャンク掲示板と僕が呼んでいるこれを作る動画を公開したんですけども、それをなんか僕の友達が見ていて、でそんな空き缶なんて使うんだっていうことを言っていて、で空き缶ならうちにいっぱいあるから取りにおいでよって言うんですよ。空き缶取りにわざわざ俺町まで行かなきゃいけないのかとは思ったんですけどまあ取りに行ってやろうじゃないかと思って、昨日ですねその空き缶をもらいに行ったんですよ。でその空き缶というのがこれなんですよ。空き缶って聞いてたけど、これは空き缶というか空きドラム缶ですよね。でもありがたくもらってきたんですけど、これね、まあドラム缶ですけど、なんかこのブルーがいいなと思って、なんか普通ねドラム缶が手に入ったらなんかねぶった切ってバーベキューグリルを作るとか焚き火台を作るとか、そのくらいしか使い道ないかなと思ってたんですけど、なんかねこのブルーがここにあるのは悪くないんじゃないかなと思って、この赤いドアとブルーの缶なんか可愛いですよね。だからここのてっぺんにこんな感じで丸い板をこう上に乗っけたらなかなかいいテーブルになるんじゃないかなと今思ってるんです。なんかね高さもサイドテーブルにちょうど良さそうですね。なんかちょっと小ぶりなドラム缶なんですよね。100リッターのドラム缶。なんかこのブルー綺麗なブルー、ちょっとグレーが入ったようなブルーですね。なんか最近の車でこういう色多いですよね。ちょっとくすんだブルー。なんかねとても可愛いものをいただきました。他にもねこういうペール缶もねいっぱいもらいました。これはなんかいろいろ使えそうですね。で町へ行ったので、そのね町に行く途中にリサイクル屋さんがあって、面白いものがいつもねたくさん売っていて、たまにそこで買い物するんですけど、そこでもいいものを見つけたんですよ。まずこの電気スタンド、この昭和レトロな感じ、これね550円なんですよ。ちょっとこれ出してみますね、袋から。このデスクの天板にこう固定するタイプですね。これいいですよ。このスケッチする時とかね、手元照らすのにちょうどいいです。ちゃんとつくのかな。この袋に入った状態で売られていて、そのまま買ったのでちゃんとつくかどうか確認してないんですよ。さあつきますかね。
あ、ついた。つきました。550円でした。これはいいですね。いいもの買いました。なんかね、照明はね、部屋の照明はね、多すぎて困ることはないんですよ。もう、部屋の至るところに照明をつけといて、使わないときはつけなきゃいいだけなんで。あ、これはいいですね。なんかね、コンセントも2口ついてるんで、うん、これデスクにあるとすごくいいですよ。こっちのアトリエで使おう。うん、なんかね、この懐かしい感じですね。僕らが子供の頃の感じ。うん、それともう一つまだあるんですよ。このね、裁断機っていうんですかね。この画用紙とかをこうザクッと切るやつですね。これね、欲しかったんですよ。ずっと探してて。で、ネットオークションとかでも見てたんですけど、なんかね、プラスチックでこうスーってスライドさせてやるやつはよく出てるんですけど、このね、昔ながらの中学校の美術室とか工作室で見たような、これが欲しかったんですよ。これはね、330円。もうね、見つけた時もう普通にやったって声出ちゃいました。ちょっとこのね、表面のこの合板のところがちょっとやっぱだいぶささくれ立ってるので、この辺軽くペーパー当てて、またオイル含ますか、ニス塗ってもいいのかな。刃はね、全然錆びついてないですね。多分ちゃんと保管してあったんでしょう。これ嬉しい。330円。で、そうそう、あとね、まだまだあるんだ。その前にちょっとスケッチを紹介しようかな。最近夜寝る前にスケッチをするのが日課になっていて、なんかね、もう昼間いろんなことをやっていて、で夜寝る前になんかいろんな思考が、いろんなことの考えが頭の中にこう散らばっていて、なんか眠れないんですよ。それが一個一個なんか浮かんできて。なんですけど、最近発見したのは、このスケッチをしてから寝るとすぐなんか頭の中がスーッとこう落ち着いて眠れるんですよ。なのでね、スケッチというかもう落書きみたいな感じですね。なんかね、こんな風にヨナを描いてみたり、ちょっとなんかこういうとぼけたイラストのとぼけた味わいのイラスト風にアーティストを描いてみたりですね。なんかなんとなくインターネットの画像とかも目に入ったものをランプを描いたりなんかね、いろいろやってみてるんですよ。でね、おとといちょっとね、このチューリッヒに行った時の印象に残っている風景を写真に撮ってあったやつを、その写真を見ながらスケッチしてみたんですよ。これはね、チューリッヒのルドルフ・ブンブリュッケっていう橋からの眺めですね。その橋から北の方を眺めてる感じですね。下はこれ川です。これはね、万年筆で描いて、このグレーの影は
このコピックっていう、これはね、水性じゃないな、アルコールマーカーってやつですかね。これをねちょっと使ってみたくて、ただなんかこれ結構高いんですよね。すっごいいっぱい色があるんですけど、それ全部集めたらもう10万超えちゃうみたいな高級なやつなんで、僕はねコピックはこの濃いグレーと薄いグレーの2本しか持ってないんですけど、それでまあこんな感じで書いてみたんですね。そしたらですね、昨日せっかく町まで行ったので100円ショップに寄ったらですね、これと同じようなペンがなんか2本100円、2本セット、2本ずつのセットになっていて100円で売ってたんですよなので24685セット買ってきたんですけど、10本。それで今度はこんな感じで色を塗ってみました。この100円ショップのマーカーで。多分ね、この本物のコピックと同じような感じ、使った感じはなんか同じような感じですね。ただなんか、ちょっと色が濃かったな。もっと淡い感じで塗りたかったんですけど、ちょっと黄色みが強い。もしかしたら売り場にないだけでたくさん色あるのかもしれないですけど、でもね、なかなか全然悪くないですよ、100円のマーカーでね。こういうねスケッチ、旅行行って、写真はいっぱい撮るんですけど、その写真、僕は結構頻繁に見返して、あの時楽しかったなとかいろいろ思い出したりするんですけど、このスケッチをやってみるとなんかね、もっといろいろ鮮明に思い出すんですよね。なんかね、この辺の軒下でなんかアコーディオンを演奏してる人がいたなとか、なんかこの辺で飲んだエスプレッソ美味しかったなとか、なんかこっからの眺めも良かったなとか、なんかね、いろんなことがなんか写真見ただけでは思い出さなかったようなこともなんかね思い出されてきてね、なんかそういうので多分こう頭の中が整理されていくんですかね。よくわかんないですけど、なのでね、ちょっとこのスケッチはね毎日やって、で皆さんにもインスタグラムではねもうかけたそばからパシャって撮ってアップしたりしてるんですよ。なのでインスタグラムの方をフォローしていただいてもいいと思います。興味ある方はね。で、なんかね、こういう絵って別にこれねそんな難しくないんですよ。難しくない割になんかパッと見すごいって言ってもらえるんですよねなんかね、これなんてもうほんと下書きもなくいきなりペンで描いてるんですけど、もうあんまりね、もうスケッチなんで細かいことは気にしないで、なんかもう線もふにゃふにゃなんですよ。ただこのふにゃふにゃな方が味が出るというか、なんかかっこよくなるんですよ、おしゃれっぽく。でそんなにパースペクティブも遠近感とかも、これはほぼこう横から見てるんで、ちょっとこう奥に向かってこう遠くなってるんですけど、割と浅いのでそんなに遠近感も気にせずにもう見たまま描いていけるので、紙がここで終わっちゃったからここまでだとかそんな適当な感じで描けるんでね、これねすごい楽しいですよ。ほんとね、
細かいとこ見るとね、窓とか適当でしょ。ぐちゃぐちゃって木とか窓とか。それでもまあなんとなくいい感じに見えるという、これ楽しいんでね、やってみてください。なんとなくね、これはもう本当ペンの試し書きみたいな下手くそなランプとか、これはね、台湾の路上でルーローファンを食べていたおじさん2人ですね。なんかいい感じだったのでなんで写真撮ったのかな多分いい感じだなと思ったんでしょうね。それを見て描いたりしてます。今からね、ちょっとここでまたスケッチしようかなと思ってたんですよ。でスケッチしながらおしゃべりとかできるかなと思ってたんですけど、昼間暑くてもう汗が出てきちゃって、スケッチどころじゃないんですよね。髪ふにゃふにゃになっちゃう。スケッチはだから本当もう日が暮れてからじゃないと無理ですね。この手ぬぐい、これもう10年以上使ってるんですけど、このイモリかな、ヤモリ、イモリか、これね、上高地のビジターセンターで自分へのお土産として買ったやつなんですけど、これすごく気に入っていてずっと使っていて、なんかタオルより手ぬぐいの方がいいんですよ。夏場タオルって結構なんかボリュームがあるでしょ。手ぬぐいの方が軽くて薄くていいので、これがね気に入って使ってたんですけど、僕がね東京に仕事で行った時に飛行機で行くのに筆箱に万年筆を入れてたんですよ。で万年筆って飛行機に持ち込むと気圧でインクがなんか出てきちゃうんですよ。破裂まではしないんですけど、バーッと漏れてきちゃってて、でね、これがね、それの万年筆のインクがついちゃって、で結構ショックだったんですけど、だったら染めちゃえと思って、もともと白なんですよ。白い手ぬぐいだったんですけど、グレーに染めたんですよ。そしたらね、なんかむしろいい感じになったので、僕もう持ってる手ぬぐい、白い手ぬぐい全部ねグレーで染めたんですよ。よし、まあなんかダラダラとお話ししましたけど、まあ、今週末ですね。そうだ、これも言いたかったんだ。このね書いた日付、訪問した日付と訪問した時とこれを書いた時の日付を書いたんですけど、July 4th、 7月4日、アメリカの独立記念日だったんですよ、これを書いたのが。だったらアメリカに行った時の思い出のスケッチをすればよかったなってこれを書いてから思いました。もうね、7月4日が終わる30分前ぐらいのことですだから来年の7月4日はアメリカの絵を描きますね。じゃあまあだらだらとお話ししましたけど、もう日本は災害級の暑さと言われていますけど、皆さんも熱中症にはね本当にくれぐれもお気をつけください。本当熱中症怖いです。僕もね無理しない程度にサボりながらやってるんで、まあ暑くなくてもサボってるんですけど、では皆さん良い週末をお過ごしください。